それでは、今日はレスエキスペディション、今日3回目の冒険です。前回までのおさらいとしては、結構、仲間が死なないまま残ってるので、その点はいいかなと思います。あとは、順位もギリギリ1位だったので、トータルとしては上々な、2回の冒険だったなと思います。で、今日は3回目。砂漠と乾燥地帯。と北極。乾燥地帯かな。ちょっとこれでね、これからの冒険に期待が高まるんだ。私は急ぎ足でドックに到着した。キャプテンがまだ到着していなかったので、水平線の向こうに待つものを想像した。港に紳士が現れ、ニヤニヤしている。博打を受けて立っていたことを思い出した。残念ながら、私は遅きに死した。評判に影響はないだろうか。これは80日間で、冒険を終えるという賭けを紳士としてたんだけど、全然80日以上かかってしまってダメだったということで、今、評判のマイナス50になりました。これで多分1位から、脱落してしまったなと思います。次。続行。今朝、科学者が依頼を持って接触してきた。我々が向かう先のどこかに待っている謎の箱について話した。彼はこれを持ち帰ることができれば、報酬を弾むと約束した。受託する。科学者の地図。科学者から受け取ったシワクチャの古い地図。彼によると、我々が彼のために見つけなければならない埋められている箱の位置を示しているらしい。彼は感謝してうなずき、我々に検討を祈った。彼は去る前に箱を開けないよう忠告した。私にとってこれは嬉しいことではないか。我々が船に乗るときには監修が集まった。加入希望者が続々と集まった。私の冒険にまつわる話の真実を知りたがっている。誰を雇うべきだろうか。すでに、メンバーは、町長が嫌いであるチームのシスターシェリス、レベルさんと、どっちかな、ガス・デイビーね。酒が好きで、迷信家のスコットランド人兵士、レベル2。そして、ティムティムスター。荷物ね。もう、水牛と同じぐらい荷物が持てる。自由精神もマックス。で、記者として各旅から得られる名声を増加させるという能力も持っています。で、あとね、その飼い犬のルイス君。で、3人来てるのは、貿易商、シャバ仲間、カルト信者、アイバー・アルフォーと外交官、ジェームス・スターリン。この2人は商人か。貿易商と外交官は商売、取引がうまい。で、カルト信者はコカの葉で、小気道を多めに回復できる。もうサイコロの色がバランスよく欲しいんだけど、今のところ問題ないと思うんで、断ります。知らせを聞いて胸が躍った。我々の船舶は準備番だ。海に出よう。装備の購入だね。で、この前の、チューズはパークで、銃のエキスパートを選んだので、銃を使った時のダメージが増加するので、できればこの銃弾を買っていきたい。3発ぐらいかな。あれ、やっぱりほんとちっちゃいな。これ一応57って書いてます。やっぱ食べ物が、ココアの葉は3枚しかないので、この辺が欲しい。これ全部買えるかな。10で残り7。で、松明が5。7が、最低限だけどね。これでいくしかないか。ちょうど都合よく我が船舶名簿が整った際こそ。はい。3回目の冒険です。朝の霧の中に海岸線が見えた。ここにたどり着くまでに、我々は今まで目撃した中でも最もひどい害をギリギリ乗り越える体験をした。この場所で何か特別なものが我々を待っていることを私は確信していた。さあ。これ、スコップ忘れてるね。スコップはないと掘り返せないな。ちょっと一応水を補給して、旅を始める。で、水牛に乗る。しまった。で、これが科学者の地図の場所ですね。で、こっちにも行けるね。こっちにも行ける。なんか、こっちに行こうかな。コンパスは、北東かな。北東を指してるからこっちなのかな。じゃあ、普通にこっちに行こう。はい。基本的に、ここにね、磁気を痛いのが出てきたので、それに引っ張られてただけの可能性はある。これ誰かな。村に入る。我々は先住民の村に着いた。このグループは恐れることのない他を萎縮させるような戦士たちのようだった。我々が到着すると村をガヤガヤとしたが、誰も我々に注目することがなかった。我々は自由に村の中を歩き回る。我々はこの人たちとどう接するべきなのかを考えた。これね、誰の能力だっけ？これかな。
好評。これもチューズザパークの能力で、スタートからプラス4の、アドバンテージを得ています。村人たちは笑顔で我々を迎え入れてくれた。我々はこの地方でとても好ましく思われているようだった。一応雇う人見ます。まあ、こういう新しい人は大体レベル1なんで、あえてね、あえて、今までの人をクビにすることもないかなと思います。取引しましょう。こっちから渡せるものがあんまりないんだよね。青キノコ、おかしな見た目のキノコを食べると一時的に視野が広がる。この角笛が欲しいところがね、3つ。で、これも欲しいな。上で25。25か。渡せるようなものが、だったばね、高値なんで、もう一個、縄か、こっちか。上減らすかな、一つ。食べる。やっぱりめっちゃやっとこうか。で、ちょっと休息もさせてもらおうかな。我々は荷ほどきをし、先住民族たちの焚き火の周りで彼らと夜を過ごすための準備をした。シスター・シェリスはこの機会を利用して村人の前で私をけなし、恥ずかめした。これ恥ずかしめたのことなんだと思う。そして彼女が言うところの私の不適切なチキレボについてオーラを触れた。さあ対立するか。対立する。いや、対立するな。お酒が全然放っておくと、前回は放っておいたんだよね。どっか行っちゃう可能性があるんだよね。結局。私は火に油を注ぎたくなかったので、彼女の馬鹿にするような発言を無視した。ティムスターの評判が下がった。私は素晴らしい夜の休息を取ることができた。翌朝私は目を覚ますと先住民たちが周りに集まっていた。朝の私の薄汚い姿に彼らは興味を抱いたようだ。これまでの緊張感は和らぎ始めていた。彼らは引き続き親切で我々はこの集落の特別な客であるかのように感じた。じゃあ立ち去ります。我々は準備を整え、新しい冒険が次の尾根で、待ち構えているかもしれないのでそこを出た。さて、1個のスロットはいっぱいです。そうね、結構。水は多分いらないので捨てときます。で、こっち行こうかな。はい。はい、洞窟がありました。我々は洞窟を発展した。ゴツゴツした淵はどこまで続くかもしれない闇に続いた。松明は必須である。これで秘密を去っていく。松明を灯し、闇の中を降りていった。洞窟部分に到着した。壁の模様は何里も先の僻地への道を示した戦士時代の絵画。見事に描かれている。手間暇をかけ、今後の研究のために全て記録した。これ何なんだろうね。新しい世界を発見。ね。これよくわかんない。次のマップの何か地形なんかを探れるのかもしれないね。よいしょ。さあ、ストーンサークルがあった。ストーンサークルに足を踏み入れる。我々はおそらく人間の手でそうされたであろう円になっている石を見つけた。それぞれの岩に文字が刻まれていた。アルタブイの地図を作ったのだろうか。ガス・デイビーがこのスピリチュアルな場所を冒涜することに苛立ちを感じていたのは明らかだった。そして我々に神々を邪魔しないようにと忠告した。キャンプの位置を確立。ガス・デイビーは自分が心配していることを私に伝えた。彼と折り合いがつくまでは長いことかかりそうだった。ガス・デイビーは迷信深い心が狂いそうだった。不吉をもたらしたとヒステリックに泣いていた。結構上の方だね。この滝と温泉で、小気道回復できるので、ある程度、計画が立てやすくなるというところでね。さあ、こっちは出なかったので、捨てていいのかな？こっちに向かいたい気持ちがあるけど、この辺も動物の気配がすごいんで、これ何かな？ここまでで18だから結構平坦だから近づくだけ近づこう。さあ、何かな？行商。レベルアップは、どっちかな？ちょっとこの二人は忠誠心がゼロになってて危ないので、怒ってるよね。ちょっとガスレイビー上げて、忠誠心を一つキスしたいぐらい。ハイエナ。どうかな？ 50%。一歩だけ。怒ってるか。ちょっと怒ったみたいね。怒ったよね。ちょっとさてに貿易商に入ります。移動して回っている商人のキャラバンがここにキャンプを設営した。ミステリアスな格好をした貿易商はたくさんの便利な商品を持っていた。落ちていたものを拾ったコレクションだった気がする。彼は懲らしげに数々の品物を我々に見せた。我々は彼が何かを隠しているともざるを得なかった。はい。まずは食料品があるけど、こっちから渡せるものがないので、これは持ってきたいな。渡せるものがないな。離れるとすぐいなくなっちゃうからね。行商品は逃げ足が早いから。これで10
か。10あったらこれを僕をもらえる。これだったら2つ。ああ、これも10だね。ちょっとちぐはぐだな。他の歯は5、15。他の歯かな。で、これを5つと、こんな感じかな。はい。で、これは、これに引っ張られてるね。時期を帯びた山に引っ張られてるから、西を指して、ハイエナぐらいだったら多分勝てるんだよね。なんか、2匹ですね。で、1匹あたり6。多分勝てると思うな。ね。はい。まず、この辺でスカンを目指す。で、ディフェンス、攻撃。あともう一丁。これでも増えたね。まずこれで、ずつ。で、こっちにも、ずつ。これで相手の攻撃手段がなくなったはず。上から攻撃します。蹄めで、攻撃。次か。一応防御ね。一旦終了。勝ったね。5ポイントかな。これでいくつかの体当たり。上で、90エネチ。楽勝だったね。絶対で、コースロットはいっぱいです。一旦降りよう。一旦水流から降りていきます。さあ、ここにカニで、巨大なカニがいる。カニ怒るなよ。怒った。で、船。どうしたシスターシュイス。どうしたに転換点が訪れた。それぞれの名を大声で罵りながら走って暗闇へと消え、戻ることはなかった。旅の試練が遠征への彼女の信念を潰したのだ。転換点が訪れた。シスターシュイス。忠誠心ゼロだったね。すごい怒ってたし。いなくなっちゃった。はい。荷物は大丈夫か。断言。今日我々は奇妙な発見をした。腐食した難波線の残骸が我々の前に現れた。どうやってこの場所にたどり着いたのかという疑問が残った。腐敗した平板材はいつ崩れてもおかしくないように見えた。私は名前を見ようと努力した。その名前はサンタマリア王と言った。今日の道を見つけた。ここにいたらこちらが求めていないものを引き寄せてしまうのは明らかだった。周りを注視。この場所には絶対に何か価値のある小物がある。私は皆に小さいチームを作り、周辺を調査するように指示した。よかった。我々が出発するとき察知した。我々に見えた野生動物は引き寄せられてきたの。に来い。はい。で、ここに、ね。カニはもう怒って攻撃してきます。こっちは、ハイエナ。まだ気づいてない。で、二つ。まず水はもういらないかな。砂漠があるのかな。どうかな。そういえば、科学者の地図。まだないか。まだないと思う。これは、チョコレート食べちゃう。チョコレート2枚食べちゃって、あともう1個。これも服から拭いちゃう。これ2匹とも寝てくれます。私と、使うものはないなぁ。なんとこっちに入ってきた。ちょっと、体物捨てちゃおう。そう、下を指してるけど、ここに時期を帯びた山があるので、引っ張られてるだけだね。ちょっと動物に囲まれてる。この辺はもう詰まってるよね、多分。これはあれだね。なんだっけ。宗教施設だね。やっぱり、まだ、3回目だけども、マップが広くなってきてると思います。我々は壮大な滝に到着した。それは草原な眺めだった。止まる。はい私はパーティーに足を止めるよう指示し、私は休息するよう言った。あの夜は音一つ聞こえなかった。我々が座って火を見つめていく時のことだ。私はその朝、ティムスターと彼の重い責に気を配っていた。ようやく彼は旅を続けるには十分なほど回復したが、我々は遅れを取ってしまった。休息する。肺炎になった。これが。ファイナル体力マイナスの。よし。もう少し寝ていた。これどういう肺の炎症。残り38日。最大体力は9あったのが4になってると。戦いに行くので、ちょっと立ちする。で、ここよく見ると、ずーっとこっちに行けない。ここ開いてんのかな。ここちょっと、この信号弾で明らかにしたい。届くね。よっ。燃えた。通れるね。こっち方のここに何か気配も見えるので、ここでも壁だよ。この辺とかある可能性もある。ここか、あとここか。だいたい3つぐらいかな。候補は3つになってた。これちょっと薄いじゃん。で、真ん中を選んでも燃えてるけど、多分大丈夫。
ダメだ。大丈夫じゃ。通り抜けて。うわ。マイナス1。大丈夫なんだろうか。まだ助かった方だな。ひどい目だった。助かったな。危なかった。さあ、これはここを刺して。ちょっと、こっちの可能性を明らかにしておきたい。はい。小屋もういてるけど大丈夫だ。小屋に入る。我々は奇妙な見た目の小屋に足を踏み入れた。その中は暗く湿っぽかった。そしてあらゆるタイプの乾燥したハーブと、その他の奇妙なものたちが壁にかけられていた。先住民のシャーマンは何かの葉を噛みながらぼんやりとした目つきで、眼差しで我々に近づいていた。まずは取引。まるで彼の時間が我々の時間よりもゆっくりと動いているかのようにシャーマンは箱を取り出し、彼の自分を見せた。そんなにはないね。他の葉。これを20で買える。肉はちょっと売りたいな。この辺。ただそんなに欲しいのないな。キューブぐらいかな。これぐらいかな。取引。あと清めて欲しいのは、一番清めて欲しかった人はいなくなっちゃったからね。立ちちゃった。スロットいっぱいなんで、まずは他の葉で、食料感食べれるだけ食べる。こっち抜けて、なんだ、古い野営地。探検。我々は古い野営地に近づいた。ここをずっと前に旅をしていて死に絶えたであろう者たちの遺体があった。恐ろしい見た目の遺体はペルシャ人冒険家だろう。それは空の眼下で我々を見ていた。彼は亡くなる前、様々な素晴らしいものを目にしたに違いない。獣の道を見つけた。ここにいたらこちらが求めていないものを引き寄せてしまうのは明らかだった。私はここには何か貴重なものがあると確信していた。我々は小さなチームを作り、その場所を探し回った。驚いたほどに腐った木箱一つに立ち回る装備だった。わお、ちょっとしかない。うわ、虎が重なってる。これでも、どうかな。虎まだ怒ってない。これは違うよね。こっちはもう壁か。これが何かを、ちょっと調べる信号なんで。神殿か。キューブがあるからこれ取れるね。虎と戦う。2頭いるね。14。結構厳しいね。そうか、持ってないから、虫は攻撃できない。防御はないのか。上でも一応戦えるんだけど。まずは10だ。ねえ、これで、一つは、ちょっともう怖い。よし。戻して、2。わ、ちょっと、そう。結構苦しいのかもしれない。出血してるね。さあ、残りが5。ダイナマイト1つ使う。全体ダメージさ、こっちには6。やべえな。で、7か。7ね。まあ、実技。これを置いて、よっちょ。いった。これでいけるんじゃない？よし。いいだった。で、まず缶を食べれるだけ食べて、傷を治していくかな。でも誰が発症するのかわかんないし。あと1個なんだ。ちなみに、もう見つかってるんじゃない？さすがに。まだ遠い。この辺かな。まだっぽいね。肉。行商人がいないしな。1個か。水だな。水も使うね。よしこ。ティムスター。荒野にて傷口の感染を防ぐのはほぼ不可能で、ティムスターの傷は大量のみを発生されるようになってきた。じゃあ、キノコで、決めてみました。迷信かなって。ティムスターはキノコを食べ、気持ち悪さで震えていた。彼はよだれを垂らしながら私の足を凝視した。その後彼は奇跡的な回復をした。しかし、ティムスターの心は、甲骨状態から何かを持ち帰った。彼は奇怪な様子を見せるようになった。それが迷信家。迷信家が2人になっちゃった。さあ、神殿を調べます。我々はこの地域に住む者たちの神聖なる神殿であろう。威厳が漂う建造物にたどり着いた創造者たちに力があった証証だ。内部へ続く門は気味の悪い寒気を放っていた。私は空気の匂いを嗅いだ。腐敗した鉱物の匂いがした。または道路脇のドブだ。そして私は気持ちの悪い悪臭がする。煙を汚い帯が床の小さなひびから上がってくるのを見た。神殿に入る。我々は宝があるであろう部屋に着いた。我々はその発汗の広間を静かに見渡した。我々は古代の文字で覆われた石の祭壇を見つけた。
で、代わりにこれを置いてきます。で、閉じる。で、裏でここを離れることなどできない。お宝を簡単に手に入れた。さあ、だいぶ送られてきた。マイナス4。現地民の人たちから拾われています。ここの可能性のゼロじゃない。こんなとこにあることか。こっちことか、こうさ。な怖くないね。そういうこと。違う。まずは食料か。さあ、まあいいか。消えた。さあ、食料館も残りが減ったね。で、ダイナマイトでちょっとショートカット。でいけるとこまで。誰かな。ガスデイビーも感染しました。ただもうないです。やばいな。食料館もなくなった。そうだ。ピンのもか。救急道具もなく、傷口の感染を防ぐのはほぼ不可能である。ルイスの傷は空き家を燃やさないを想定してきた。松明もない。体力回復手段もないのか。ちょっと洞窟行くしかない。我々は洞窟を発見した。ゴツゴツした口はどこまで続くともしれない闇に続いた。松明は必要である。これで秘密を探っていた。あった。石器自体からおなじみの道具など誰が必要としようか。洞窟へ通りながら、時間と空間の感覚を失っていた。軽くぶつかり合うことがあったのを除けば大きな怪我なく抜けることができた。そして目が暗闇に慣れてきた。行き止まりに突き当たったがなくだからこれが儀礼的な墓として使用されたことが示されている。中にあったのは大きなくるまれた塊。何体もの死体を入れたものである。ミイラの多くは崩れ落ちるようなもので価値はない。しかし、徹底した調査の結果、正体のようなものが一体見つかった。一体手に入りました。さあ、しかし食べ物がないのか。厳しいな。100%。100% だったらできるだけ。ここできたから。今朝誰かがいなくなっていた。私は人数を数えた。そしてガス・デイビーが木箱の上に座っているのを見つけた。彼の手と顔は血まみれだった。彼は食べかけの人間の足にしゃぶりついていた。私はティムスターが殺害に遭い食べられてしまったことに気づき、自分が見たものを信じることができなかった。トービー、人間の肉を食べる。腹減ったからルイス君、ご主人が食べられてしまって。もう、やばいじゃん。ティムスターの力持ちがいなくなって。まず牛食えよっていう話だよね。やべえ。これ、あった。一発につけたね。ただ、何位に入れるかな。っていうか帰れるかな。一 V。パーティーから追い出すという点もあるんだけど。一 V だもんだって。いや、でも荷物持てなくなるな。3個。まずは 0% でそこがね。一行が立ち止まったのは天然温泉。湯は塩辛く、塩の効果があるのは明らかだった。止まる。すべての希望が失われたように見えた。温かい焚き火さえも我々の心を癒すことはできなかった。私は間違いなく前に回収したミイラが入った木箱のそばを何かが通るのを見た。それはあたかも何か悪い力がそこから漏れているようだった。ガスレイビーの行動はおかしくなり始めた。変質症。他の人を疑う気持ちに苦しめられる。休息する。心地よい日々が過ぎた。出発の準備を整えているとき、繊細な蒸気が水面に立ち込めていた。温泉に浸かると右目の傷が治った。なるほど。傷は治ったけど、メンタルは治らない。ルイスが元気なのは良かった。もう一日泊まる。どうしよう。もう、荷物がほぼ、もう一回泊まった方がいいね。私が滝に集めを命じた時、雰囲気は悪かった。その夜、我々は口にするのも恐ろしい出来事を目撃したゾッとするようなうなり声と凄まじい音の後、ミイラ化したサンドの一体が木箱を破壊して出てきたの。ピクピクと動きながら足を引きずり、邪悪な威嚇をしながら我々に近づいてきたのだ。戦うは、20。ダイナマイトはもう使っちゃうか。6しかでも与えられないんだな。やばい。逃げた方がいいんじゃない？逃げた。我々が読みなくされたのは退却することだった。私は都合の良いキャンプ地を見つけた。みんなが滞在を楽しんだ。出発の準備を整えているとき、濃い霧が地上を包んでいた。温泉に浸かると見える傷が治った。さて、2個アイテムスロットはいっぱいです。結局、スコープも手に入らなかったなぁ。アイテムドルが。ダイナマイト。捨てます。はい。ゴールしちゃうね。
まずは探検。血が歩んだ探検の脅威。交互のピラミッドが見えた。すべての出来事を乗り越えて成功をつかんだ。ピラミッドに入る。賞金がプラス30。私は旅を全うした。だが何を得られたというのだろうか。ところは船まで生きて帰るのみだ。もちろんこの状態で気球出したりするとダメだよね。いいこと起きないんだろうね。マイナス。記号8。結局これも、どうしようもだがあったところで、帰ること考えた方がいいね。ホルの、バトンと戦いなのね。ちょっと村に立ちらしてください。2番手。こっち回りになるね。回復できないしな。村に入る。我々は村に戻った。先住民たちは我々を見つけるや否やすぐに近づいてきた。最近我々は悪い評判を集めているようだった。取引する。まず、牙でマンゴーを5つもらいます。肉ももういらない。これは売れないか。金番を出た方がいいな。これも買えない。これ何？高いんだなと。じゃあ縄だけ。取引。休息してる暇ないな。立ち去る。私はみんなに荷造りをするように指示し、新しい冒険が次の骨で待ち構えているかもしれないので、そこを出た。村人たちは私が去るのを喜んで見ていた。その後、何日間か誰かに見られているような居心地の悪さを感じた。そこ。さて、まずは、マンゴージャム食べました。一応ね、この追尾、誰か後ろについてきているような気がする。もちろん、先住民がね、もうあいつのこと監視しとこうっつって、もうでも帰るだけなんで。3番手かな。3番手だ。2番手とか。そう、こうやって大丈夫だね。我々の船は怒りを下ろした沖合にいた。ここでの滞在は故郷での安心感に似ていた。じゃあ、行きましょう。勝ち誇り、気候の道に着く。我々のここでの偉業は我々の想像を超えた。栄光の時の中、船は岸を離れた。我々の船はロンドンに向かった。私は新聞で我々の機会についての記事を読むのが待ちきれなかった。幾多の困難の後、大いなる喜びが私を包んだ。このディオン表、フォーチュンという名は、私がこの世を去った後にも物語としてしたためられる。ミカエルだ。サクセス。キング・ティムスターが亡くなったというか、でも4日まだ人食いのまま帰っていくのか。ロンドン。はい、2番に入りました。よかった。はい、編成完了。トライアンフ、ザパーク。北極探検家、ジャンブル探検家、プロテクター。プロテクターのサイコロ、追加ね。これかな。これだね。2位につけてます。で、これね。まず、これはキープかな。売った方が、現地の方がね。これは資金になる。で、これはもうキープかな。じゃあ、ハイエナの毛皮。で、これは持っていいかな。ブル、はい。で、これで明細が70。靴下が100ないのかな ?90 ぐらい。この先ないのかな資金40。ちょっと足りない。これも売ろう。で、あと、キープで送る。ただね、科学者の箱を持ち帰れなかったんで、また50ぐらい引かれると思います。その後70から80ぐらいの差が残りますね。はい。なんとか生き残りましたけど、ちょっと、ティムスターが食べられて、なぜか食べたスコットランドの兵士はまだ一緒に旅をするという、ちょっと不満を抱えたままの旅が続くというところですね。はい。今日はここまでになります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。